リスニングとスピーキングを同時にアップさせる新しいメソッドです。朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。こんにちは、はるなです。今日も一緒に頑張りましょう。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。これは駅の近くのコンビニです。これは駅の近くのコンビニです。これは駅の近くのコンビニです。This is the convenience store near the station. これは駅の近くのコンビニです。この荷物は誰のかわかりますか？この荷物は誰のかわかりますか？この荷物は誰のかわかりますか？ Do you know whose luggage this is? この荷物は誰のかわかりますか？朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。I drank coffee after breakfast. 朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。机の上にメモとペンが置いてあります。机の上にメモとペンが置いてあります。机の上にメモとペンが置いてあります。A memo and a pen have been placed on the desk. 机の上にメモとペンが置いてあります。昨日の資料はあまり役に立ちませんでした。昨日の資料はあまり役に立ちませんでした。昨日の資料はあまり役に立ちませんでした。Yesterday's materials weren't very useful. 昨日の資料はあまり役に立ちませんでした。この番号に電話してはいけません。この番号に電話してはいけません。この番号に電話してはいけません。You must not call this number. この番号に電話してはいけません。後輩はメールを打ちながら話しています。後輩はメールを打ちながら話しています。後輩はメールを打ちながら話しています。My junior is talking while typing an email. 後輩はメールを打ちながら話しています。部長は出張に行くと言っていました。部長は出張に行くと言っていました。部長は出張に行くと言っていました。The manager said he was going on a business trip. 部長は出張に行くと言っていました。面接の前に会社の情報を調べました。面接の前に会社の情報を調べました。面接の前に会社の情報を調べました。I researched the company's information before the interview. 面接の前に会社の情報を調べました。会議が長すぎて昼ご飯を食べそびれてしまいました。会議が長すぎて昼ご飯を食べそびれてしまいました。会議が長すぎて昼ご飯を食べそびれてしまいました。The meeting was too long, so I ended up missing lunch. 会議が長すぎて昼ご飯を食べそびれてしまいました。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。これは駅の近くのコンビニです。この荷物は誰のかわかりますか？朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。机の上にメモとペンが置いてあります。昨日の資料はあまり役に立ちませんでした。この番号に電話してはいけません。後輩はメールを打ちながら話しています。部長は出張に行くと言っていました。面接の前に会社の情報を調べました。
会議が長すぎて昼ご飯を食べそびれてしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。これは駅の近くのコンビニです。この荷物は誰のかわかりますか？朝ごはんの後でコーヒーを飲みました。机の上にメモとペンが置いてあります。昨日の資料はあまり役に立ちませんでした。この番号に電話してはいけません。後輩はメールを打ちながら話しています。部長は出張に行くと言っていました。面接の前に会社の情報を調べました。会議が長すぎて昼ご飯を食べそびれてしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。母は外出しない方がいいと言っていました。母は外出しない方がいいと言っていました。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。バイバーイ。メールマガジンに登録していますか？毎日動画のスクリプトと日本語の豆知識をお届けします。もっと日本語を上達したい人は説明欄のリンクから登録してね。